香りも立ったので牡蠣が入ります。で今この混ぜ合わせた状態でオイルベースの牡蠣のアーリオオリオですが、ここにスペシャルな海の幸ベース入ります。うわーすごいですね。うわー香りが立って本当に美味しそうですね。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日は牡蠣のペペロンチーノを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。リングイネ、牡蠣、にんにく、唐辛子、イカスミ、焼き海苔、春菊、塩、オリーブオイルです。はい、それでは今日はペペロンチーノシリーズということで、冬の牡蠣を使ったアーリオオリオペペロンチーノベースのパスタを作ります。で毎年牡蠣のパスタは、アラビアータベースやったりとかオイルベースとかいろんなものをやっているんですけど、今日はまた新しいバリエーションのものをこれから早速作っていきます。はい、それでは今日メインで使っていくこの牡蠣は塩でもみ洗いしたものです。でこれをペーパーで拭いてから使っていきます。あと今日はアーリオオリオベースの、ニンニクと唐辛子は使っていくんですけど、春菊これは板パセの代わりに使っていきたいので、この春菊を刻んでいきます。もう小口切りこんな感じで。ちょっと板パセに置き換えてもこれ量多いんじゃないのって思われがちなんですけれど、今日の牡蠣のパスタのポイントは春菊がたっぷり入ると本当に美味しいので、これくらいたっぷり使うのがポイントです。はい、でニンニクは今日は潰すだけです。潰して皮を抜いて、はい、この状態です。で今日はこの焼き海苔を、ソースのうまみとしても使っていきたいので、これを炙っていきます。で炙り方は火がついたら結構下の方まで海苔をこう裏表とこう当てながら、で海苔がパリパリになるぐらいまでしっかり やると香りが出るので、気持ち焼けちゃったぐらいでも本当に美味しいので、目安はこのちょっともう焦げがちょっと始まっているぐらい、これぐらい炙ると海苔の香りが本当に出るので、これやってみてください。はい、それではまずは潰したニンニクとアクセントの唐辛子、オリーブオイルを加えて加熱していきます。でまずは何火でもよくて、ニンニクがフツフツするまで火を入れていきます。はい、それではフツフツしてきたので弱火に落としてじっくりこの状態でキープして、今日はもう数分ですね。ちょっとキープしたら次牡蠣を入れていきます。でふつふつさせている間にパスタを入れます。今日はですね、魚介のパスタと鉄板の相性のリングイネを茹でていきます。でお湯の中には2リッターに対して 30g の塩が入っていて、10分茹でのパスタを9分半で揚げていきます。はい、それではニンニクに軽く色がついて香りも立ったので牡蠣が入ります。で牡蠣が入ったら、今このニンニクオイルをこの牡蠣に全体にこうコーティングするイメージで炒め煮にしていきます。ここで火を中火にするイメージです。でちょっとこの油をオリーブオイルを本当に牡蠣にコーティングするイメージでこう軽く中火で、この先ほどの中のニンニクもここでフライパンの中でこう繊維をほぐすとニンニクの香りもより出るので、ちょっと辛いのが好きな方はまた唐辛子とかもちょっとほぐしながらやると他辛みが出てきます。では炒めていくと牡蠣がもう明らかにこうプリッとしてきますね。そしたら次の工程なんですけれど、今日はこの小さめの牡蠣、これを半分容器に入れていきます。3つかな、3つぐらい大きめの残して、
で容器に牡蠣入れる。で春菊をここで、3分の1ぐらい入れて、で春菊の香りもちょっと立てます。これ板パセみたいな役割です。で春菊が入ってちょっと香りが立ったらこれで火止める。茹で汁も何も入れないです。で今牡蠣半分この中入ってます。でそこに焼いた焼き海苔、ちぎりながら入れて、焼き海苔で、あとは普通に売ってるイカスミの小さい袋1袋 4g ぐらいを入れます。そして、ちょっと茹で汁と、水割ったやつを少し入れて、これが水分入るのでさっきパスタソースに茹で汁入れなかった理由ですね。でこれで今ベースができたので、あとはもうブレンダー回します。そうすると今ちょっと画面上では香りは伝わらないんですけれど、牡蠣の海の香りと海苔の焼いた香りとイカスミの香りが入っているんで、これがもう海のエキスができたので、これを仕上げにパスタに加えていきます。はい、それでは麺が湯がって流していきます。でまだ茹で汁も何も入ってないです。気持ちほんの固めのリングイネ加えて、で最後に合わせていきます。で今この混ぜ合わせた状態でオイルベースの牡蠣のアーリオーリオですが、ここにスペシャルな海の幸ベース入ります。うわーすごいですね。見た目はすごいですけど、これ味本当に美味しいんですよ。で最後にこの状態で30秒ぐらいリングイネにソースを吸わせていきます。そしてもう今日の極めつけです。このたっぷりの生の春菊で、最後に春菊も加熱しながらソースの中で気持ち炊いていく。そうすると牡蠣の香りと春菊の香りが本当に相性がいいので、もう最高のパスタ料理になります。香りが立って本当に美味しそうですね。はい、それではしっかり麺にソースが絡んだので盛り付けていきます。はい、これで牡蠣と春菊とイカスミのアーリオーリオ完成です。はい、それではいただきます。うわー、美味しそうですね。もう香りが最高です。海の幸の香りがね、やばいんですよこれ。いただきます。おいしい。皆さん絶品の牡蠣のパスタが完成しました。で牡蠣が火入れがプリプリなのはもちろんなんですけど、今日一番いい仕事をしているのは春菊で、この大量の春菊をしかもパスタと一緒に通常は茹でたりとか葉物ってするんですけど、それを生で使ったっていうのが本当に大切で、牡蠣の風味と春菊の風味って本当に相性がいいので、そこを生でたっぷり入れたことによってシャキシャキ感もあるし、香りの膨らみ方っていうのが全然違うので、ぜひ春菊たっぷり入れて作ってほしいですね。はい、ごちそうさまです。今日のこの牡蠣パスタはですね、間違いない美味しさのあるパスタ料理なので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。